画像、豪華客船での一日を紹介しようと思う。書きだめはないからのんびり書く。豪華客船の朝は早い。時差ボケのせいで、俺は毎日朝の5時には起きていた。一日の始まりは一杯のコーヒーから始まる。船上では、基本的にコーヒーは飲み放題だ。たとえ夜の3時でも、コーヒーがなくなれば船員が補充してくれる。ただ、その中身は薄いアメリカンコーヒーだが、コーヒーを飲みながら、早朝の船内を散歩する。客のいない船内を、船員が忙しそうに動き回っている。ここは甲板にあるプールだ。いつもは人でいっぱいのプールも、この時間は閑散としていた。まあ、もう数時間もすれば元気な子供たちが押し寄せてくるんだけども。しばらく動き回ってから、部屋に戻る。少し動いたからか、お腹はペコペコだ。タイミングよくチャイムが鳴る。眠気を感じさせない陽気な黒人の兄ちゃんが、部屋まで朝食を運んできてくれたようだ。飯がうまそうに見えねえ。ちなみに料金はおいくら万円なの？ 7泊8日で9万円くらい。安いよ。意外と安いんだな。かなり安い。どこへ行くコースなの？アメリカ発でカリブ海をぐるっと回る。アメリカ、ハイチ、ジャマイカ、メキシコ、アメリカって感じ。9万円でカリブ海だと？日本初じゃないな。朝ごはんを食べ終わった俺は、また外に繰り出した。太陽もいい具合に昇って、日差しが眩しい。カリブ海を周遊するこの船は、ほとんどの時間が赤道上だ。この日も天気に恵まれた。さて、何をしようか。カレーライスが8000円する豪華クルージングもあるそうな。ちなみに世界一周のクルーズはたったの160万円でできる。車1台買うなら人生のうち1回は世界一周もいいものだ。ねえねえ、そんだけでかいやつでも揺れるもんなの？そこだけ確認させてくれ。船酔いしづらい？俺は全く揺れを感じなかった。日本の船とはでかさが桁違い。日本の豪華客船と言われてる船は揺れた。体験談。なるほど、めちゃくちゃでかいと揺れも感じにくいのか、想像もつかんが。もう一度散歩することにした。船内はとにかく広い。ここは船内にある中庭部分。みんな思い思いの格好で朝食を楽しんでいる。でも、心なしかみんな格好が外行きだ。ああ、今日は飛行日だったな。アメリカまで行くのが無理ですわ。日本初の日本の船乗ったら高いんだろうな。ここは船の上なのか、疑問に思うような光景が広がる。庭師さんがせっせと働く中庭に生えている植物は、すべて作り物ではなく、天然のものだという。プオーン、と大きく汽笛が鳴った。そろそろ帰港の準備をしないと。なんで草生やしてるの？プオーンだけだとなんか寂しかった。仙人の音楽家みたいの乗ってるの？後々紹介するけど、音楽家どころかミュージカルとかショーも見れる。今日の寄港地はハイチだ。船の会社のプライベートビーチに直接着岸するらしい。目の前には、小さな島国と美しい海が広がる。さて、パスポート代わりの乗船券は持ったかな？さあ行こう。船から桟橋に降りると、日差しが強く照りつける。赤道直下は伊達じゃない。桟橋を歩いていると、隣を車が通り過ぎた。乗船客用の食事を乗せた車だ。ここでは何を食べられるのだろう。羨ましすぎる。ここのプライベートビーチでは、色々なアトラクションがあるという。フライングドラゴンとかいうめちゃくちゃ長いジップライダーとか、大きなウォータースライダーとか、楽しそうだけど有料だ。俺はビーチでのんびりすることにした。その辺にたくさんいるボーイにチップを渡し、グッドプレイスにビーチチェアを置いてもらう。こりゃいいね。船でけー。ビーチチェアに寝転ぶと、青い空と青い海、そしてバカでかい船が目に入る。さすが世界最大の船、存在感が桁違いだ。しかし暑い。近くにいたボーイさんに飲み物を頼もう。出てきたのは、この気候オリジナルのパッションフルーツを使ったカクテルだ。うまい。おっさんの方取ってんじゃねえよ。でけー。何階建てなんだ？全長何メートルだろ。本当に9万円で日本人がこの船の上で、8日間も過ごせるの？今のレートだと10万ちょいかな。でも日本のクルーズみたいにはぼったくられないよ。さて、飯だ。みんなには不評なようだが、ハイチでの昼飯は極めてアメリカンながっつり系だった。スペアリブがうまい。青い空の下で食べる飯は格別だ。誰と言ったんだ？正直に言いなさい。お前だけ一人だろ。さて、お腹も満たされた。ちょっとお店を回ってみよう。このプライベートビーチには、
認可を受けた現地の人がお土産店を出している。ただ、当然値札なんてものはない。すべては交渉で決まる。調べたらクイーンメリー号ってのが全長345メートルだ。でもそれよりでかそうだ。楽しかった寄港も、間もなく終わる。夕方になると、再び船は出港してしまう。もちろん、遅れれば即放置だ。早めに撤収しよう。間近で見る船はさらにでかかった。さて、舞台は再び戦場に。舞台といえば、夕方からミュージカルがあるそうだ。食事の後にもやるみたいだが、すでに席は予約でいっぱいだった。食事に行く前に、ミュージカルを楽しむことにしよう。なるほど、オアシス・オブ・ザ・シーズって船か。オアシス・オブ・ザ・シーズは全長362メートルみたいだ。作られた当初は世界最大のクルーズ船だったんだな。でかいわけだ。本場ブロードウェイから引き抜いてきたという役者によるミュージカルは、なかなか本格的なものだった。しかも席は、ご覧の通り最前列だ。写真を撮るには向かないが、目の前で繰り広げられるミュージカルに見入るには最高のシチュエーションだった。ちなみに、今回は紹介できないが、こんなアクロバティックショーもある。ミュージカルも、こちらのショーも無料で見られる。さて、ミュージカルも終わった。お楽しみのディナータイムだ。今日はめったにないフォーマルデーだから、タキシードを着なければ。持っていなければ、レンタルもあるようだ。みんなバッチリ決めてきていた。かっこいい。この雰囲気だとタキシード着たら浮かない？普段着の人結構いるように見えるが。みんな思い思いの格好だからね。タキシードの人も割といたよ。タキシード通過。ただのブラックスーツじゃね？ここ、メインダイニングでのディナーは選べるコース料理だ。こんなメニューから、アピタイザーからメイン、デザートを選んで注文できる。ちなみに、選べるという言葉の前には、何個でも、何回でも、がつく。コース料理の食べ放題だ。この上ない贅沢。この日はダブルダックコンソメに、プライムリブステーキ、そしてデザートはお任せにした。このステーキも食べ放題なの？食べたい。あれ？ 10 万円ってそんなに贅沢できる金額だったのか？俺たちボラれすぎじゃね？ちなみにこの日はついでにアンガスバーガーをオーダーし、テイクアウトさせてもらった。写真撮るの下手すぎた。さて、夜の時間はこの船の醍醐味だ。いろいろな場所のバー、クラブがオープンし、カジノも遊べるようになる。今夜は一番眺めの綺麗なバーに行こうと思う。天の川を意識した照明がおしゃれなバーだ。何か飲むか聞かれるが、断ることもできる。何せ、乗船料を払っているから、どこに座るのも客の自由なのだ。注文の有無で座れる場所が決まるほど、この船は格差はない。だが、せっかくだからカクテルを頼むことにした。日替わりのオリジナルカクテルだ。この器、持ち方がわからない。今見ると突っ込みどころが多すぎる持ち方だ。何これ生きてー。面白い。もう船じゃなくてホテルじゃん。こんなに人が乗っていざ深刻な事故が起こった時訓練通りに円滑に脱出できるの？一応大規模な避難訓練はする。ただ、事故は起きたらわからんね。カリブ海だから岩礁とかは少なそうだけど。給仕のお姉さんと談笑しながら時間を過ごす。お姉さんはメキシコから出稼ぎに来たそうだ。こっそり教えてもらったが、船の下部には従業員専用のクラブやらバー、ジム、レストランも完備されており、シフトが空いている時は自由に使えるそうだ。羨ましいことこの上ない。英語喋れないと楽しくないだろうな。俺もあんまり喋れんよ。身振り手振りとか交えて喋ってるくらい。給仕のお姉さんに別れを告げ、船内を散策する。おや、船の中層にあるメインストリートが騒がしい。何かイベントをやっているようだ。ちょっと行ってみようか。これは、お昼間のメインストリートだ。どうやら、キャラクターショーをやっていたようだ。子供たちが元気そうに、でも少し眠そうに、はしゃいでいる。俺も眠くなってきた。そろそろ寝るとしよう。こういうとこで過ごす子供って何なんだろ。フランス人の女の子と書いたよ。眼福だった。非日常を存分に楽しめるって点ではコスパ高いな。船の上はやることがあまりないと思う人もいるだろう。実際そうだ。1週間もいれば、一通りのコンテンツは体験できてしまう。ただ、船の旅の本質はそこではないのだと思う。インターネットも電話も通じず、ひたすら食べ、のんびりし、人と関わるだけの時間。今の世の中ではありえない時間を、船の上でじっくりと経験できる。
その非現実な時間を体験できるのが、この船の時間なのだと思う。ぜひみんなにも一度は経験してほしい。その一心でこのスレを立ててみた。ぜひ一度、候補に加えてもらえると俺も嬉しい。ネットできないのは困るぞ。くっそ高い金払えばできるよ。あとは、飛行地でフリー Wi-Fi 捕まえるとかかな。俺はそれを使ってスカイプ経由で電話をかけたよ。今回は1日を晒すだけだから、全部のコンテンツは紹介できていない。これでも4分の1以下だと思う。何か質問とかあれば答えます。はい。ちょっと、もっと紹介してよ。続きはよああ、一番見せるべき写真を見せてなかった。大きさがよくわかる。すげえ。続きは疲れたからまた後日。質問はなさそうだから寝ようかな。ここまで見てくれてありがとう。誰と一緒に行ったの？一人？連れは一人いたよ。一人きりで行く場所ではなかったな。一人旅無理なのかよ。行けなくはないとは思うけど、暇な時間も多いと思う。誰か気の置けないやつと行くのがいいよ。具体的な乗船ルート教えて。日本語のメニューがあるってことは日本にもオフィシャルサイトがあんのか？手配の仕方を書けばいいか？そんな感じだ。頼む。手配は、船、日本のオフィシャルサイトで予約。飛行機、ホテル、エクスペディアで予約。こんな感じ。船に乗るなら、全泊後泊は1泊ずつ確保しとくのが無難だね。足は全部タクシーとかで調達した。船員に日本語通じた？いや、全く通じない。それどころか中国人だと思われてたわ。I'm Japanese って何度言ったことか。英語話せるっていいな。年取ったらいつか行ってみたい。一はお金持ちなの？これに行った時はただの大学生だったよ。安いから学生でも余裕で行けた。予算書いておく。ちなみにドル80円時代だから、これに 1.25 をかけたくらいになるはず。船、9万円前後。飛行機プラスホテル2泊12万。飛行機だけで9万はオーバーするよ。タクシー、お土産、4万円。こんなもんだった。2人で50万あればいけそうな感じか。サンクス。試しに日本のやつ行ってみようかな。日本国内なら携帯の電波届くだろし。日本国内のはまた雰囲気が違うと思う。アメリカのやつは本当に自由っていうか、あの国の気風にクルーズって過ごし方が合ってるんだろうなって思った。こういう豪華客船クルーズ番組好きでよく見てて、いつか両親に客船旅行プレゼントしたいなとか思ってたけど、英語一切喋れないという壁がでかすぎて無理だとは思ってる。でも日本の一部回るような船旅じゃなくて、南の島的なまさにこういう旅行プレゼントしたいんだよな。英語喋れないうちの親はアメリカの地を踏んだ時点でギブアップだろう。それも含めて楽しむ余裕がないとあかんやろな。ハワイとかグアムが行けたら大丈夫じゃね？頑張ればあんまり喋れんでもいける。ただ、最低限がわからんと乗船手続きの時とかドジ踏むかもしれん。船員にチップはどのくらい渡してた？頻度と金額。チップは原則船代にインクルード。現金はほとんど持ち歩かない。配置は現地のお店で売り買いするから持ってただけなんだよな。ボーイも現地の人だから、渡した方が良さそうだなと思って渡した。マジかよ、それでサービスいいのか驚きだわ。ありがとう。最終日に、どのサービスがどれだけ良かったかって成績表を書くんだよ。メインダイニングの給仕も部屋のクリーニングも、基本客に固定の船員がつけられるから、成績表が誰のことを言ってるのか一目瞭然。その成績表で、次のシーズンの給与が決まるからみんな必死だよ。怪我とか病気はどうすんだ？船内に簡単な手術くらいならできる設備がある。もしそれ以上になれば、ヘリコプターを飛ばして病院まで送ってくれる。莫大な金がかかるけど、クルーズ保険に入ればカバーされる。英語力ってどれくらいいる？高校卒業レベルくらいあればいいの？余裕。俺は中学卒業レベルかもしれん。買い物交渉って英語力ないと無理やろ？数字連呼するだけだよ。ノンノンノンプーエクスペンシブ。OK、ジャスト、プーダラー。優勢 OK、アイバイ。なんかイタリアのカジュアルなクルーズとかだと、また勝手が違うんだな。これはいわゆるカジュアル船ってやつだ。フォーマル船とかだとまた勝手が違うみたいだな。国によっても違うのかはわからんが。スーツとかはどう持ち込んだのよ。スーツケースに入れて持ち込めるよ。お酒とかは現金。持ち込もうとするとスキャンで見つけて偉い目に遭う。酒ダメなのかよ。もちろん中で売ってるんだよな。もちろん。写真を貼ってるやつだけどな。
一杯600から800円くらいだったよ。思ってたより安くて驚いた。一度は行きたいカリブの船旅。横浜あたりから上海まで行くやつはこれと似た感じなんだろうか。日本人が多いと、また違うと思う。この船にも日本人の年寄りは乗ってたけど、日本人だけでいつも集まってたよ。俺はあんまり好かんかったな。カジノとかした？したよ。楽しかったけど負けた。今度カジノしに行く予定なんだけど、ルールとかは少し覚えてから行かないと楽しめない感じ？ルールはわからないとダメだね。特にバカラとかわかりにくいし。ラスベガスでも、割とそのあたりは不親切だったよ。ただ、ラスベガスの本とか買えばルール書いてたりするし、ネットのゲームとかでやれば割とわかったりはするから、予習はしやすいと思うよ。中での酒代食事代はどんなもんなの？旅行行くと酒代ばっかかかっていかん。食事代は全部船代にインクルードされてる。酒代は1杯800円くらいだから、変なホテルで飲むよりかは全然安いし量も多い。ワインのボトルで頼めば2000円くらいだったから、もうちょい安くなるかも。メインダイニングの給仕さんに、ワイン詳しい人呼んでくれって言ったら専門の人を呼んでくれて、お好みのワインを勧めてくれるよ。セキュリティは大丈夫？窃盗とか。あとパスポート代わりの乗車券は外でパクられない？基本大丈夫だと思うけど、俺は首からかけて肌身離さず持ってた。船内でも首から下げてたわ。乗船手続きするところでスキャンされて顔写真も見られるから、盗まれてもなんともできないけどね。日本の船はお年寄りばっかりみたいだね。海外の船の日本人もお年寄りはツアー参加とかだろね。タバコも持ち込めないのかな？タバコはわからんな。お酒はとりあえずダメだったよ。こういうのすっごい興味あったから色々話聞きたいけど、君すれ立てる時間帯悪いわ。もう仕事始めないかんのよ。またそのうちすれたてするよ。やべえマジで楽しそうだな。アスカ2とか乗ってみたいわ。旅画像1泊参加で伊豆大島を旅したので写真貼ってく。主な工程は以下の通り。1日目夜便の船で出発。2日目レンタサイクルで伊豆大島一周。3日目三原山トレッキング日本唯一の砂漠への寄り道含む。1日目。出港地は竹芝客船ターミナル。JR 浜松町駅やゆりかもめ竹芝駅からほど近い立地。22時出港なので仕事終わりに食事を済ませ、一旦家に帰ってシャワーを浴びてから向かった。期待。予約表と乗船チケットを交換して、乗船料に連絡先など記入したら出港まで待つ。ターミナル内のショップ竹芝というコンビニは旅の最終準備を整えるのにも有用。普通の飲食物だけでなく、高カロリーの携帯食や酔い止め、歯ブラシなどの日用品も揃ってる。自分は歯ブラシらは持ってたので氷結とウィダーだけ購入。乗船案内開始。当然だけどグレードの高い客室の客から乗船できる。まさか特等以下の部屋じゃないよな？残念ながら。今回乗船するのは東海汽船が運航する大型客船サルビア丸。2022年6月に竣工した3代目のもので非常に新しく綺麗な船。伊豆大島行きの航路は、東京横浜伊豆大島豊島新島式根島神津島。自分が予約したのは特に当室。2段ベッドになっていてカーテンを閉めれば一定のプライバシーを確保可能。枕元コンセントも鍵付きのミニロッカーもある。やん。寝心地良さそう。口述するけど普通に良かった。荷物を置いて早速デッキへ。船から東京の夜景を楽しめる機会はなかなかないのでワクワクしてる。青くライトアップしてる橋は築地大橋ですね。帝国に出港。1枚目の黄色い船は同じく東海汽船の立花丸。こちらは三宅島や八丈島への航路で運航。ほどなくレインボーブリッジを通過。何度も見たことも通ったこともある橋だけど下をくぐったのは初の体験だった。三宅島なら行ったことあるで。岸壁から覗いたらウミガメがいるぐらいの大自然。海も透き通っててめっちゃええな。三宅島はまさにさっき貼った立花丸で行くみたいや。立花丸やったで。船底の一番安い船室取ったから地獄やった。冷え伊豆大島とは距離も段違いやろからな。一日寝てなくて草。船とか飛行機とかバスとかで夜を明かすときは丸泊にカウントしないらしい。
ほえー。翌朝6時には下船するので早めに客室に戻る。カーテンを閉めると隠せるホテルのような感覚だった。寝具もなかなか寝心地が良い。唯一の難点は特に当の客室には携帯の電波が入ってこなくて、船内の Wi-Fi も安定していなかったこと。まあデッキに出れば問題なく使えるし、時間も時間ですぐ寝るので特に問題はなかった。2日目、朝5時15分頃デッキに出る。実は船の上で朝を迎えたのは初めてで、明け方のほのかに明るい空と暗く静かな海のコントラストにテンションが上がった。港の明かりも見えてきて、目的の伊豆大島にだいぶ近づいているのがわかる。画像綺麗やな。スマホで撮影したんか。スマホですね。4年前くらいの機種。朝の船でコーヒーを飲みながら海を眺めることに憧れてた。みるみるうちに空が明るくなっていきデッキにも人が増えてきた。3枚目の奥に見えるのは伊豆半島。伊豆大島岡田港着。サルビア丸の発着港は岡田港元町港の2つがあり、気象状況等によってどちらか決まる。岡田港の方が地形によって悪天候に比較的強く、伊豆大島木の船はほとんどが岡田港になるとのこと。改めて明るいところで見てみると、サルビア丸の大きさをよく実感できる。いい感じに富士山も見えてよかった3枚目。下船後すぐバスに乗って元町港に向かう。元町港は島の中心市街地で、今回の旅も元町港を拠点として計画していた。まずは港から徒歩5分ほどのアイランドセンター女将碑温泉で温泉朝食。この日のように朝に船が到着する日は午前6時30分から営業してくれて大変ありがたい。こういうシンプルな朝食いいな。バイキングでいっぱい取るのも好きだけどこういう簡素なセットもいいよね。トーストめっちゃ美味しかった。レンタサイクルで島一周を目指す。伊豆大島は3枚目に示すように大島一周道路東京都道208号大島循環線という一周約46組の大通りが整備されている。道中の寄り道を含めてもせいぜい50組程度と自転車でも1日で十分回れる距離。レンタサイクルも朝早くから営業してくれているので大変助かる。どの辺走ってるのかとか、どのくらいの距離走ったのかとかわかりづらいと思うので、ここからちょいちょい地図を入れてく。行こうと思ってる人の参考にもなったら嬉しい。噴火跡とか見たいしいつか行きたいと思っとるから助かる。そっちの方も地図入れたので参考にしてくれたら嬉しい。やったぜ楽しみや。時計回りでスタート理由は口述。しっかり舗装されていて走りやすいが、随所に本土の東京では見かけない植物が見られて離島感があってとても良い。3枚目のような動物飛び出し注意は奈良とか北海道で見るやつですね。50キロのサイクリングロードはええな。ちょうどいい感じの距離だなぁと思った。無理せず観光しながら達成感もある。ワイの大好きな伊豆やん。やったぜ。とこやったぜ。脇道に入って寄り道スポットの伊豆三つの霧通しへ。大地を切り開いたかのような霧通しに石段の道が伸び、両脇は巨木ががっちりと根ざしている。ジブリ映画とかでありそうな非常に不思議な空間。異世界連れてかれそう。ほんとそういう雰囲気だった。空気違うというか。ええな。写真だけでワクワクする。ちなみに石段を登った先は何もない。伊豆三つの霧通しからほど近い波治か朝神社。伊豆地方の神話の宮家記にも由緒が刻まれている、杉並木と苔のコントラストが美しい神社。この杉並木すげえな。調べてたらビビッと来て寄りたくなったんごね。ちょっとわかりづらいところにあるんだけど、伊豆大島に行くならぜひとも行きたかった大島公園動物園。都立の動物園でなんと入園無料。入ってすぐの猿島は海をバックにしていて非常にインパクトがある。ヤギっぽい動物はバーバリーシープ。
飼育されている動物の種類自体はそこまで多くないが、見晴らし抜群で伊豆大島という立地が最大限に活かされている作りだと思った。冒頭の猿島には大きな吊り橋がかかっており、吊り橋から眺めるバーバリーシープの餌やりの様子が圧巻だった。すげえ。かわいい。一生懸命飼育員さんについてってめっちゃ可愛かったコナミ。動物園を出たらひたすらなんか、ここのコースが最大の難所。めちゃくちゃアップダウンが激しく体力を消耗する上に、山道なので景色の移り変わりもほとんどない。歌って気を紛らわせながら完全に不審者ただひたすらに自転車を漕ぎ続けた。天気ええなぁ。天気予報を調べてから行ったとはいえほんと晴れてくれて助かった。雨なら絶対無理だったわ。ちなみに上がり道は体力を使うが、下り道は神経を使う。急カーブも多くてスピードを出しすぎると曲がりきれず対向車と衝突の恐れもあるので、十分にブレーキをかけて走るべき。砂漠はほんま壮観やったわ。ただ風がすごくて過酷。風を遮るものがないからね。大島一周道路沿いにある筆島見晴市台。筆の穂先に似ていることから名付けられたそうで、高さは約30ム。難所越えの目印の感がある。さらに2組ほど走ってハブ港ハブ港へ。ハブ港周辺は飲食店も多数あり、ちょうどお昼時なので美味しそうなラーメン屋に入った。ハブ港で昼食をとる時間から逆算して、動物園難所の山道が前半となる時計回りルートを選んだ。島海苔がたっぷり入った豚鶏ガラ出汁の醤油ラーメンとミニ豚丼のセット。繊細かつパンチの効いた味でシンプルに非常に美味しかったし、疲れた身体に染みた。このラーメンめちゃくちゃうまそう。離島の海苔ってなんか無性に美味しいんよな。良い意味で塩気がしっかりしてるしすごく美味しかった。口コミ評価もええ店やったわ。ハブ港見晴市台。松が立派で、港を一望できて非常に眺めがいい。港に降りてオープンから1年半ほどのおしゃれなカフェに入る。インドネシアスマトラのマンデリン深入りのコーヒーと、期間限定のパッションフルーツのアフォガード。そんなに味わかる方じゃないけど、コーヒーは香りが深く、アフォガードは酸味と甘みが絶妙でとても美味しかった。店主さんご自身もおしゃれで人当たりの良い方だったしまた来たい。港を少々散策して急行や旅館へ。有名な文学作品伊豆の踊り子のモデルとなった旅館で、今は資料館となっている。資料館ではあるもののパネル展示はほとんどなく、このように建物の保存と人形の展示がメイン。人形はあまりにもリアルすぎて驚いた。人形リアルすぎて怖いくらいだな。こういう人形がいっぱい展示されてたのよね。夜に入ったらちびりそう。石段を登り切った先にある求人の丸亭。こちらも伊豆の踊り子のモデルで公開されている。庭が素敵だったな。ハブ港を離れて黒砂のロングビーチ砂の浜佐野湾へ。海や空と黒い砂浜のコントラストが美しい。黒砂の正体は玄武岩を主体とする溶岩。ちなみにウミガメの産卵地でもあるとのこと。黒い砂により地中の温度が上昇するため、卵がかえるのが早いらしい。黒砂でわかりにくいけどこれ海の水めっちゃ綺麗ちゃう？めっちゃ綺麗やったで。紹介してないとこで海辺で黄昏たりもしてたくらい。島一周の最大の目玉、巨大バウムクーヘンこと地層堆積断面。伊豆大島の大噴火によるスコリア火山灰主体の高架堆積物で形成されている地層で、長さ630ム、高さ24ムものスケール。自転車だけでなく車も止められるスペースがあり、他の観光客も足を止めて写真を撮っていた。すげえなこれ。これすげえな。剥き出しの地層とかすごすぎるよね。無事、元町港に帰還。出発が8時少し前で、戻ってきたのが16時少し前ということで、約8時間の自転車旅。紹介していないところも含めこれだけ色々寄り道しても8時間で回れるので、
普段あまり運動しない人でも5、6時間もあれば休憩しながら十分島一周できると思う。夕食として評判の良さそうな地元の居酒屋に入った。居酒屋はいろんなご当地名物を食べられたり地元の雰囲気の一端に触れられたりと、旅をする上でもすごく良い選択肢だと思ってる。きゅうりみょうがの塩もみ、アシタバの天ぷら、青唐醤油風味の唐揚げを注文。天ぷらめちゃくちゃうまかったけどアシタバそのものがうまいのか天ぷらとしてうまいのかばかしたの自分にはわからなかった。料理が美味しくて酒がどんどん進み、ご当地焼酎のおかみひのソーダ割りもいただく。飲んでる間に話しかけてくださった店員さんがおっしゃるには、おかみひは若干癖が強いそうで、地元の方はもう1種類の森若という焼酎を飲むことが多いそう。自分としてはおかみひもすごくフルーティで飲みやすかった。みょうがもアシタバ天ぷらも青唐も好きなは意味たまらんラインナップで草生えるわこんなん。食の好み合いそうやね。青唐の唐揚げもほんま美味しかった。よそで食べる唐揚げ美味しいと思うことそんなにないんだけど。なんこの草の天ぷら食えんのか。普通に美味しい野菜の天ぷらやったで。3日目。この日もアイランドセンターおかみひ温泉で朝風呂朝食前夜は宿の風呂に入った。朝食はトーストおかゆとんどんカレーライスの4種類あるので、複数日の滞在でも違ったものを選択できて飽きない。この日のメインは三原山トレッキング。三原山は島民に三上日様として崇められてきた、伊豆大島のシンボルと言える山。バスに乗ってスタート地点となる山頂口へ向かう。山頂口すぐのところにある外輪山展望台。ボキャ品だが本当に雄大って言葉しか出てこない。国内だと阿蘇山に行った時に似た感動を覚えた。ここからまずは目の前の三原山の山頂を目指します。3日目天気良すぎだろ。写真で伝わりづらかったかもしれないけど実は2日目も同じくらい良かった。山頂までは徒歩40分。道路はしっかり舗装されており非常に歩きやすい。最初の方はなだらかな道が続く。三原山登ったことあるけど火山だけあってなかなか未殺風景なんよな。自然と溶岩とが混じってる景色がすごく不思議やったわ。すすきと溶岩のコントラストが良い感じ。途中から急激に傾斜がきつくなるが、割と年配の方も無理なく登れていた。ブラタモリで見た景色がちらほらあるな。多分いっぱい出てきそう。登り切ってすぐのところにある、富士山をバックに山頂に鎮座する三原神社。下る山道は全国的にもかなり珍しく、この社殿は噴火時に溶岩が裂けたという言い伝えがある。1枚目すごい景色やな。山頂からの景色。緑と溶岩に包まれた大地の奥には太平洋と伊豆半島も見えてとても見晴らしが良い。3枚目中央はゴジラ岩。思った以上にゴジラっぽかった。火口を一周するお鉢巡りの分岐ルートが現れる。時計回り反時計回りのどちらかだが、今回は反時計回りを選択。ゴールが三原山温泉になるので、反時計回りなら火口を 0.8 周くらいしたところでゴールへの道に合流できる。遮蔽物のなく標高がそれなりに高いところを歩いているので風が非常に強くやや肌寒い。左手には火口が、右手には豊島が目に入る。三原山山頂中央火口。直径約350ム、深さ約200ムで、写真では伝えきれないくらいの迫力があった。すぐ近くには火山観測機器も設置されている。電力は太陽光パネルから得てるのかなコルゲートチューブで繋がってる。隕石落ちたみたいやな。表現やな。すげえわかる。やっぱり青ヶ島に移住しようか検討開始するんを。青ヶ島も行きたいんだよな。YOUTUBE で見てますます興味持った。でも予定日に帰れないリスクが高いから社会人だとなかなか。今回のルートで一番標高が高くなる剣ヶ峰山頂へ進んでいく。視界の右手には一面裏砂漠が広がっている。しかしほんまに影になるもんがないね。暑い日やときつそうやな。つばの広い帽子かぶってたんごね。あとやっぱ遮蔽物がなくて風も強い。鶴ヶ峰山頂付近。
やっぱり見る方向が違うと火口の印象も少し違う。随所で湯気が立ち上がっているが、マグマに熱せられた水が蒸発しただけなので、毒性や噴火の心配は無用。4枚目は北側カルデラ内で起こった割れ目噴火口。噴火口はでかいの5つだけじゃなくて色々あるのね。お8巡り 0.8 周くらいのところで分岐ルートが、右に行ってゴールの三原山温泉へ進んでいく。少しルートから外れて裏砂漠に寄り道。実は国土地理院に砂漠と登録されているのはこの東京伊豆大島の裏砂漠奥山砂漠だけ。有名な鳥取砂丘はあくまで砂丘であって砂漠ではない。砂丘風で運ばれた砂が作る丘などの地形。砂漠年間降雨量が250ミリか、または、降雨量より蒸発量の方が多い地域。はい、知らなかった。一面砂漠で本当に同じ東京だと信じられない感じ。もともと砂漠に行くのが今回の旅行の大きなモチベーションだったけれど、想像以上のスケールに圧倒されて本当に行ってよかったと思った。これが砂漠。本来のルートに戻る。溶岩エリア矢印低木エリア矢印森エリアと火口から離れるにつれて姿が変わっていき、噴火による植物再生の営みが体感できて良い感じ。2枚目の溶岩すごいな。どういう経緯でこうなったんだろう。でかい溶岩見るとそういう想像しながら歩くのも楽しいのよね。ちょいちょいと説明書きのプレートとかもあったから助かった。ゴールの三原山温泉ホテル前でバスに乗って、帰りの便の松本町港へ。ちなみに冒頭で、サルビア丸の発着港は2つあって気象条件でどちらかに決まると言ったが、バスはその日の発着港の方に行ってくれるので心配無用。あかん？めっちゃ良い場所や。今旅行したくてたまらん。Y のプランの2日目を丸々削れば0泊2日でも行けるしおすすめやで。往復の船代以下の金額で食事までつくツアーとかもあるし、14時30分発のサルビア丸に乗る。日中の便なので横になる必要はないと思い、値段的にも手頃な2等椅子席にした。カーテンやパーテーションで最低限のプライバシーは確保できる感じ。座席には USB コンセントもあるのでスマホの充電にありがたい。グッバイ伊豆大島。ベンチ無法地帯で草。ちなみに、船内の自動販売機で売ってる謎ブランドのカップ麺がとても好評。自分は辛味噌ラーメンを食べたがめちゃくちゃ美味しかった。夕暮れ時、船旅も終盤になって横浜ベイブリッジ周辺の景色が、雪は翌朝に備えてさっさと寝てしまったので帰りは絶対に見たいと思ってた。ベイブリッジ綺麗やな。レインボーブリッジと良い意味で似てるとこもあって洗練されてる感じがあった。いちいち良い写真なんだよな。横浜港でたくさんの人が乗船してきた。横浜港の次は終点竹芝港東京で乗船時間1時間半だから、移動手段としてなら当然陸路の方が早い。最初は驚いたけれど、海から横浜や東京の夜景を眺められることはなかなかないし、移動手段というより夜景を楽しむフェリーとして乗ってるだろうなと。夜景を楽しむために乗るっていう乗り方もあるんやね。やっぱそうなんやろね。海から夜景眺めるってないからな。竹芝港に到着して今回の旅は終わり。伊豆大島行く船って意外と人多いんやな。毎日出てるわけやないし金曜夜に乗ったけど定員1000人以上に対してほぼ満席だったと思う。気楽に行ってみたいと思ってたけど疲れそうやな。特に塔の2段ベッドはそんな疲れないと思うわ。揺れも気にならなかったし。買ったお土産はこんな感じ。伊豆大島は椿油が名産だけど、椿油は買っても使わないだろうって人には、写真の椿油配合のミニシャンプーなんかもおすすめ。早速使ったけれど香りが良くて髪も心なしか艶が出た感じがして気に入った。以上やで。非日常感満載の離島だけれども、島内のインフラはしっかり整備されていて、東京、神奈川、静岡あたりから気軽にアクセスしやすいので、あまり日数取れない人にもとてもおすすめできる。伊豆大島は1、3月に行われる椿祭りが島最大のイベントなので、
いつか行こうと思っている人はその時期の訪問も検討してみてほしい。なんなら自分も裁縫したい。伊豆大島行った時の気分思い出せて楽しかったわ。サンキューイッチ。経験者ならではのコメントくれて3月やで。次は竹島桟橋八丈島底土港青ヶ島航路に期待するんを。マジで行ってみたいわ。2週間くらい休み取って余裕持って行ってみたい。地味に地図のおかげでルートがイメージしやすかったわ。3月。なんとなくあった方がわかりやすいかなと思ったからそう言ってもらえると嬉しい。大島、八丈島や島巡りに自転車持ち込みで行ってみたい気になるんをね。明らかにレンタサイクルでなく自転車持ち込みの人もたくさんおったわね。2、4人くらいのグループもちょいちょい見た。画像綺麗やしレスもわかりやすくてほんま行きたいわ。海の向こうに大島見えるところ住谷から島からの景色も見たいわね。伊豆半島の方にお住まいかな？海沿い走りながらあの辺熱海かなとか思いながら走ってたりしたんごね。いろんなところから富士山見えたのもとてもいい思い出になった。静岡の方からもアクセスしやすかったと思う。旅行した気分になれて楽しめたわ。3月やで一致。フェリー旅一回してみたいんだよな。フェリーって自販機がやたらと充実してるよな。酒ソフトドリンクつまみ類だけでなく、カップラーメンやアイスや日用品シャンプーセット、歯磨きセットとかもあったわね。フェリーで食べるきつねうどんはめっちゃうまそうやな。ジャンボフェリーの自販機は飲料水17アイスコモパンスナック菓子やったな。きつねうどんはうまかった。フェリー乗船したら大抵すぐ寝るから船内探索はしたことないわ。ワイはこんな長距離船に乗ること自体めったないからウキウキで散策しまくったんごね。旅行した気分になれて楽しめたわ。3月やで一致。ガチで今から出発して北海道まで旅したいんやけどアドバイスくれ。電車でもバスでも行けるところまで行く予定。現在地どこ？大阪。ほな飛行機乗っていけ。もう便内で。フェリーでええやん。フェリーって今から乗れるんか？新日本海フェリーとか？今日空いてるか知らんけど。船旅もええな。フェリー良さそうな感じ。マジか応援するで。今から乗船時刻までに敦賀か舞鶴行くってまあ可能か。予約ページは電話で問い合わせってなっとる。敦賀と真駒か舞鶴小樽やったら舞鶴小樽の方がええかな？小樽に着く方がその後の交通アクセスが恵まれてそう。でもまあ船内の設備とか予算とかで決めたらええよ。酔い止めを買っておけ。今から電話するわ。フェリーの電話繋がらねえ。ほんまごめんギリギリ予約時間過ぎとるこれ。予約時間17時45分までやわ。夜行列車ってのもありやね。直接行ったら買えるとかない？予約なしでも買えないか一応電話してみる。いいぞなんでもまずは行動や。いけそう。お電話したら直接行って買えるって。やっぱ行動してみるもんやね。今から舞鶴までやっぱ電車かな。スマホから。これは楽しみになってきたね。5分で荷物まとめるわ。もう出発するわ。楽しそうでええやん。予算余裕あるんか？大丈夫だ魔法のカードがある。ワイも旅行したくなったきた。旅ってええよな。最寄り駅に向かってるで。もうすぐ駅や。とりあえず大阪駅でええよな。ええと思う。普通列車の予定や。東舞鶴から徒歩27分で舞鶴港行くか。三宮駅前からバスで舞鶴港行くか。大阪から三宮からバスの方が良さげか？それならまだ修正聞くが。まあでも電車かな。バスは待ち時間あるし27分くらい別に歩けると思う。歩くのも楽しいと思うし。雪積もってるやろうしな。そうか日本海側は雪か。雪対策とかなんもしてないけど大丈夫かな。今マフラーと手袋持ってて今着てるのがダウンジャケットならまあ。持ってなくて普通のコートなら厳しそう。マフラーと手袋どっかで買おうかな。それこそ大阪なら村女そこらで売ってそう。舞鶴に行くまでに調達した方がええで。フェリー乗れませんでしたってオチが最悪やから。早めに舞鶴行っちゃいたい気持ちはあるんよな。それはワイも危惧してる。予約してるわけやないからな。とりあえず大阪駅に着いたら構内を見てみるやな。食料の調達も必要やろし。まあ最悪北海道のコンビニに駆け込めばええかとは思ってるで。船に露天風呂ついてるのがあるけど気持ちええで。ええな風呂入りたい。北海道で買った方が良いもの買えそうやけど着くのはいつや？今調べたら20時45分やな。電話した時は出発時間の90分前に来てもらえたら大丈夫ですよ。
やったから逆に言うとギリギリやと乗れへん可能性あるし。早めに舞鶴には降りたいねん。早めに行かんと怖いな。Y が乗るのはこれや。さすがに90分前には着くんちゃうか。まさか突然思い立ったんか？雪祭りのニュース見て北海道行ってみたいなって。結構こういう行き当たりばったりの旅の方が満足感高かったりするよな。旅行は計画してる時が楽しいからな。リアルタイムで計画しながらなら楽しさも倍増や。大阪駅人やべえ。とりあえず新快速で京都行くで。大阪から舞鶴港前島不頭。2024年2月7日。20時15分から20時49分。所要時間3時間34分。運賃 IC 優先、2640円。乗り換え3回。距離 147.5km。大阪。20時15分から20時44分。JR 京都線新快速安行。9番線発から2番線着。京都。特急使わなやばい感じか。その方が安心安全だと思う。これ三宮行った方がええんかもしかして。なんか電車無理な気がしてきた。三宮行くか。電車間に合わなくないこれ。特急とか検索してるんやけど間に合わなさそう。三宮行ってそこからバス乗れ。バスは当日乗れるんかこれ。予約ないとバス乗れないんですよ言われたら泣くで。近距離バスはいらんこと多いけどバス比較ネットで予約しときな。予約する方法がないで。行って交渉しかない。まあこんな平日のど真ん中にフェリーで北海道行こうなんて水強な奴はおらんから乗れるよ。着いたら即チケット売り場探さなあかん。今結局どこにおるんや。西宮やな。三宮に向かってる。三宮着いたら即電話して。あかん言われたら泣きながら帰るわ。今日あかんかったら泣いて帰ってYが北海道に上陸することはなくなるわ。まあ平日にフェリーが満席なんてないやろから行けそうな気もするけどな。ちゃう。フェリーにたどり着けるかや。ぐちゃぐちゃでルートわからん。今の予定教えてくれメンス。今は三宮付近。なんとか敦賀か舞鶴のフェリー乗り場にたどり着きたい。三宮着いた。今から電話する。ドキドキワクワク。20分あらいけるやろ。いけたいけた。でも急がなあかん。おー。よかおめ。間に合った。言うて余裕やったな。ほな出発や。フェリーは余裕で乗れそうやな。頑張れよ。小樽の寿司めっちゃうまいから楽しんできや寿司ええな。高速乗ってるからウプするもんもないけど。USB 充電もあるしトイレもあるし快適や。席はガラガラやな。何時に港着くん？22時10分の予定やな。そこからチケット買って船乗って。無事バス乗れて楽しくなってきたわ。ルージュの伝言聞いてノリノリや。こんな夜に船内の食堂が空いてるとは思えんから食料は調達してから乗るんやで。まあカップラーメンとか売ってるんちゃう。今はこの辺や。朗報、京都突入。ああ北海道いいな。いいねロマンある。舞鶴にはまだまだやろな。もう舞鶴市ではある。良い旅になるといいですな。フェリーターミナルまで行くバスやから迷うことはないで。楽しそうだな。今は西舞鶴やで。東舞鶴の駅前。フェリー乗り場に着いたぞ。いいね見ててワクワクする。チケット発行終わったけど乗船は23時15分からやと。売店も食堂ももう終わっとる。部屋何にした？一番安いツーリスト A。しばらくすることもないし乗船時間付近の23時くらいになったらまた戻ってくるわ。チケットおいくら？舞鶴から小樽まで1万1000円や。結構安い。必要やったら Y が立てるわ。少なくとも北海道ってスレタイに入れる。小樽ってもしかしてネットカフェとかないんか？ネットカフェかなんかで一晩過ごすつもりやったんやが。小樽ならあるやろって思ったけどなさそうやね。最低でも手稲まで行かないと。マジか。20時45分到着予定やからそっからなんとかして札幌行かな宿ない感じやな。札幌まで行って1万出せばビジホあるしそっちがベストかな。ネカフェがええな。お、乗船時間や。ついに来たか。さて乗船や。ワク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 。ここが今日の宿や。普通に快適そう。ちょっと船内探検するか。どんなんやろ楽しみ。すごい船だ。大浴場とか行けるんかな？行けるやん。風呂でゆっくりしてきたらええ。ただタオルがないんよな。買えるかな？売店でタオル買っちゃった。まあええか。ええやん記念にもなるし。
カップラーメンの自販機とかはあるけどお湯は行ってもらう感じなんかな。ああええな羨ましい。もう動いとる。いいな。レスできそうやったらするけど途切れたら今日は風呂、カップ麺、寝る、客結構いるんかな。そんな混んでる感じではないで。とりあえず風呂入ってくるけどいつレス途切れても気にせんでな。コンプは厳しそう。風呂は早めに切り上げてきた。理由としては0時30分で売店が閉まる前にカップ麺パーティーしたいからな。今日の晩ご飯や。あ、スープ付きのやつや。お湯入れてくるけど電波不安定になりつつあるから。切れても気にせんでくれな。お湯入れてきたで。一致が乗ってるフェリーええな。ワイも今度乗ってみよ。安いのに雑魚寝じゃないしかなりええと思う。食後のアイス。寒くないの？船内は暖房効いてるで。そろそろ越前岬の時間かと思ったけど何も見えへんかった。おはようどうなった？もうそろそろ能登半島沖だね。電波届くかな？繋がった。乗ってるで。昼飯もフェリーで食った。フェリーの中どうよ。快適やで。昼間から風呂入ってマッサージシートして寝たりしとる。やわいも夏休みにフェリーで北海道行こうかな。なんか島が近くて電波拾えてるけどこの後ずっと行けるかはわからん。アンテナ4本立っとる。どこ目的地なん？今日はとりあえず札幌やな。しかし奥尻からもうネット使えるのは嬉しい誤算やな。ゆっくり北海道情報調べられる。帰りは苫小牧港から名古屋港から近鉄名古屋から難波で帰ってきたらどうや。それええな。雪がギリギリあった反省を生かして今予約するか。5食付きフルパックで雑魚寝寝台1万2800円。B 寝台に3300円追加すると A 寝台、海は見えない部屋に乗れるのか。5食付き雑魚寝で1万6100やった。2月10日ニートの日の19時からの苫小牧名古屋のフェリーを予約したで。もう向こう側に北海道が見える。初北海道上陸なんやけど調べたら手稲ってところまで行ったらネカフェとかあるっぽいから。今日は手稲を目指そうと思う。小樽って有名やしネカフェくらいあると思ってたがないのは誤算やったがまあええ。18例から飯の時間やがどれがええかな。ロースカツ。微味そうやけど北海道要素あるものの方がええかも。ジンギスカンで行こう。やっぱジンギスカンかな。どれも微味そうやな。ホッケも北海道感があってええな。ジンギスカン来た。うまそうやな。船でこんなん食えるんやな。うまい。ちゃんとボリュームもあるし。何円なんやそれ。1800円やで。フェリーの中って考えたら普通にコスパいい。こらうまそうや。小樽着いたらちょっと運河の方まで行ってから手稲行きの電車乗ろうかな。多分間に合うやろ。食後のアイス。小樽港に着いたでー。入港オツ。バースからどれくらい歩くんや。バスは小樽駅前に着くからちょっとだけ運河見てすぐ戻ってくる。直行バスあるんか。あるみたいやけど21時30分って言ってたな。歩いた方がええみたいな説もちょっとある。ついにか。小樽駅まで徒歩40分。まあ歩けるか。下船。なんか寒いんやが。厚着してるやろ。手袋とか帽子とかマフラーとかはないな。ここから40分歩くんか。うわまあ行けるか。乗ってきたフェリー。現在地は小樽。徒歩で小樽駅に向かっとる。徒歩て。タクシー代ケチった末路。ペンギン歩きせなこけるで。これが小樽運河か。小樽運河まで来たなら。駅まではそこまで遠くないから頑張るんやで。了解やで。手稲のネカフェって手稲駅から住宅街通って20分以上歩くから。札幌駅まで行って駅前周辺のネカフェに潜り込んだ方がええと思う。札幌駅よりちょっと外してる方が空いてないかなとか。着いたんか。フェリー快適だった？めっちゃ快適。すすきのとか札駅周辺ならネットカフェたくさんあるから手稲より楽やと思うで。明日また小樽来る可能性を残してるんよね。手稲のネカフェに電話してみて。空きがあるか確認は取っておいた方がええかもな。空いてなかった時のリカバリが札幌より大変やろし。本当に北海道行ったんか。じゃあもう札幌行くか。駅に向かってる。手稲で泊まるん？やっぱ札幌にしようかな。なんかある。そういや何泊？あさって帰宅や。そかそか。今時期ホテルも高いからクソ大変やな。雪祭りとか色々楽しんでな。思いつきで行く旅っておもろいよな。前もって予定してた旅行より楽しい。歩いてるだけでおもろい。楽しそうで何より。北海道を満喫してくんやで。ちな札幌民。
至るところに雪の芸術品があるんやな。駅に着いた。一致楽しんでな。21時58分の普通列車で札幌まで行く予定。電車乗った。明日はどこ行くん？雪祭り。時計台。夜景。寿司。あとは見てー。まあ雪祭りの会場近くに飯食えるとこあるやろうし適当に入ってもええ。札幌の夜景見るならどこからとかあったら教えてほしい。藻岩山か JR タワーかノルベサの観覧車。藻岩さんって行くの大変。札幌駅からは少し離れとるね。電車やらバスやらで20分ってとこかな。山はロープウェイで行けそう？行ってみよかな。市電に乗ると良い。ロープウェイ入り口からシャトルバス出てる。札幌といえば味噌ラーメンのイメージやがそばもうまいんか。札幌着いた。ええなぁ。綺麗。綺麗やな。ちょっと雪降っとる。ええなぁ楽しんでな。ネカフェを探して。滑らんように気をつけるんやで。セーブポイントを見つけた。リクライニングしか空いてなかったけどまあええか。今調べたら札幌環状通り東店とかならフルフラットも空いてそうやったが。まあ大丈夫よ。じゃあ今日はこんなもんで一旦落ちるわ。明日朝から観光していくでー。一致がええならええか。おやすみやで。おつおつ。雪祭り見に大阪から北海道までフェリーで弾丸旅行に来たおはよう。どこ行くんや。とりあえず雪祭り行く。雪降っとる。北海道ってこんな感じなんか。時計台。タワーがあった。ビリケンさんや。この辺がメインかな。すげえ。お馬さん。すごいやん、大谷さんあるらしいけど。あったで。城まで来たで。すご。雪見く。夜のライトアップの方が好きや。夜は夜景見に行きたいんよな。夜景はどこで見るんや？山登る予定。昨日おすすめしてもらった藻岩さんってとこに行く予定や。雪祭り数もクオリティもすごい。ガンダムもある。ワイも旅したくなってきた。差し支えなければ JCOM 広場のアイマスの雪像見せてほしいんを。すまんもうすすきのに移動しとる。わがまま言ってすまんな。ええんやで。過酷なやつならあったで。アイマスあったぞ。サンキューガッツ。すすきの来た。表像ゾーンに来た。寿司食いたいな。すごい。しかしこれすごいね。美しい。夜はライトアップされるんやっけ。山登った後にまた来ようかな。すっごいいい。たぬき工事来たけど飲食店は11時からが多いな。テレビ塔行こうかな。ええな。タワーに戻ってきた。人もだいぶ増えてるな。登るか。気候、本日1回目の点灯。靴がツルツルやから。タワーに登ってるで。今日登るも岩さんが向こうに見えるやつみたい。夜景も楽しみや。よしそろそろ飯食いに行くか。楽しみやな。北海道は何食べてもうまいのずるい？昨日教えてもらったトリトンって回転寿司屋に向かう。羨ましい。着いたけど結構並ぶ感じなんや。めっちゃ人気店やんけ。順番車で店の外で待つみたいや。50人待ちとかみたい。2時間は持ってる。よな。表示の時間以上に待たせたらあかんから待ち時間は基本的にはモルモンや。近くに札幌ビール博物館あるから先そっち行くって手もあるが。さすがに40人待ちくらいやって思うんよね。戻ってきて増えてたら目も当てられんぞ。並ぶときはそのまま並ぶ、途中で抜けるときは諦めるとき。これは鉄則や。整理券制やねん。アプリで呼び出されるからその時おればいい。それはええな。けど速やかに戻れるようにしとくんやで。それでも1時間は待ちそうやし札幌市内なら他にも店あるやろしワイなら他探すな。2時間は持ってるにしても1時間は待ちそうやしビール博物館行くか。ビール博物館来たけど寿司屋が意外と早い可能性ある。博物館は博物館で混んでるし。回転寿司戻った方がええかも。北海道はこのタイプの歩道が普通なんやなって地味に驚きや。帰ってきたら伸びてて草。うわいやこれ札幌ビール博物館見てからで十分時間あったな。ミスった。外で待たなあかんから寒い。ただあと20組待ちとかやからぼっちは飛び級で呼ばれそうな感じもする。一人旅なんやから昼時ずらせばいいのに。開店時間に合わせて行ったら普通に入れると思ってた。10組飛ばしで順番来た。やはりぼっち最強。よかおめ。あ、これ店内で待てる権利が与えられただけで。すぐ席に行けるわけではないんやな。人気店えぐいな。外クソ寒いし雪も降ってるから店内で待てる権利だけでもめっちゃありがたい。帰りはどうするん？
明日のフェリー予約してる。苫小牧から名古屋まで。ようやく席に来れた。苫小牧寄るなら苫小牧科学センターってとこが面白いで。ほう。苫小牧早めに着いときたいから苫小牧情報ありがたい。来た。いいな。美味しそう。美味すぎて震える。これでおいくら？写真のやつだけやと1800円くらい。ウニも食ったし出発するか。良い飯食っとるの。 3時間近く待ってケチる気にもなれんかった。何がうまかった？白子がめっちゃうまかった。まさにとろけるって感じ。札幌ビール博物館を見てから山登りに行く。観光やな。雪も止んでるし。5泊6日って聞くと結構いい旅行やね。なおうちフェリー2泊。ビール博物館を出ても岩山に向かう。写真やとわかりにくいがめちゃくちゃ雪降っとる。この雪で山とか登れるんか。とりあえずロープウェイまで行く。まだこんなレトロな路面電車走ってるんやな。電車かわよ。今日の予定山で夜景。から、雪祭り2週目。から、ラーメン。からの、できれば横になれるところで寝たい。しかし元気だな。明日はもう帰るだけやから今日はちょっと色々しようかと。もう岩さんなら夜行った方がいいやろ。もう遅いか。日没は16時56分ってなってるで iPhone の天気予報やと。もうすぐちいかわさんロープウェイや。17時頃には夜景楽しめるはずや。すすきの札幌駅あたりって遅めまでやってるラーメン屋あるよな。昨日すすきの行ったけどここ結構並んでたわ。ワイはスープ切れで食えんかったから味は保証できんけどええんちゃう。すすきのなら深夜までやってるとこあるから大丈夫や。3月。夜景の後はラーメンやな。と思ったがまた3時間待ちとかなったらきついな。雪祭りシーズンに街中のラーメン屋はすぐに入れんで。行くなら今みたいな早い時間にせんと。どうしよう。並ぼう。オン J で暇つぶせるんやし。さすがに寿司ほど並ばんか。街に戻ってくる頃は19時とかか。もろに混んでる時間やねラーメン屋。先に雪祭り行って遅めの時間帯やったらまだ空いてるかな。ロープウェイ乗るで。三好野っていうローカルチェーンはいつもスッカスカで落ち着くからワイよく行くわ。カレーと餃子の組み合わせが有名。ローカルチェーンもいいんやが。やっぱ札幌来たら味噌ラーメン食べときたいとこある。な。ワイも連休潰していこうかな。旅費いくらなん？舞鶴から小樽まで1万1000円。フェリー乗り場から駅までの交通費ってどうなん？結構かかりそうなイメージあるわ。ワイは使わんかったがセットプランで実質1000円とかあった気する。夜の味噌ラーメン行きやすさで言うならすすきのラーメン横丁の白樺山荘かな夜の3時くらいまでやってたはずや。後かに将軍と国道36号挟んで向かいに富野やってのがあるここも遅い時間までやってる。うまいけどこの時期は多分並ぶかな週末だし。まあ遅い時間でもやってるとこあるならどこか並ぶか。夜景撮ってくる。夜景綺麗やったー。これからロープウェイで降りる。まだ夜じゃなくて草。これぐらいが一番ええんや。真っ暗になると微妙やったりする。祭り行くと、屋台に釣られて買ってしまう。高いのわかってるのに。そうか屋台朝の時間はやってなかったが今流行ってるんか。ライトアップされとる。このライトアップええな。タワーもライトアップされとる。一致防寒対策は結局どうしたんや？なんもしてないな結局。そっか風邪ひかんようにな。大マハさんが動いとる。うおー。朝見たしもうええかもって思ってたけど夜が本番やん。危ない危ない。白もライトアップされとる。綺麗やね。朝も夜も楽しめてるようでよかったで。すげえ。いい？夢のようやな。ただ体力的にはもう限界や。はよ宿探さなあかん。やはり冷えたんかな？それもあるが今日3万歩くらい歩いてるから。もうボロボロやけど最後の力でたぬき工事行く。ちゃんと歩いてるの偉いわね。10キロくらい痩せてそう？割とガチかも。歩き慣れないと大変だったんやないんか。疲れたやろ。山岡家ってとこの札幌味噌ラーメン頼んだ。真冬は味噌ラーメンよ。味がしっかりしててパンチもあってうまい。宿へ向かう。悲劇が起こったんやが。快活アプリで空きあること確認していったら、自動チェックイン機に次の予約があるから3時間までって言われた。辛い。一旦オープン席座ってるけど、30分以内に次の宿に移動しよう。別の店も空きはあるけどフラットシート埋まってるんやろなどうせ。まあしゃあないなみんな考えることは同じや。アイカフェ札幌駅南口店に電話したら、
部屋に鍵ついてるプレミアムはフルフラット空きがまだあるって言ってたぞ。マジか信じるで。札幌国際芸術祭見てみた？バルーンのやつよくない？見たで。ワイは芸術よくわからんけど。行ってみてあかんかったら個室ビデオ行くわ。再び札幌駅へ。フラットシートの席入れた。教えてくれた人ありがとう。よかおめ。ほんまごめん教えてくれたことも感謝してるし。この時期にネカフェに泊まれること自体感謝すべきことやってのはわかってる。でもシャワー500円ってちょっと足元見てるよな。フェリーの大浴場まで我慢や。さすがに3万歩歩いてシャワーなしはきつい。そういや明日はどうすんの？苫小牧行ってフェリーで帰るで。長距離フェリーのワクワク感すごいよな。明日フェリー19時出発やろ？じゃあそれまでに色々行けるやんって考えは Y にもあるが。正直体力的にもうきついから明日はほぼ帰るだけやな。まあちょっと千歳とか苫小牧のどっか寄ったりはするかもしれん。それこそ新千歳空港の温泉とかどないや。ちょっと調べたら入館料2600円するみたい。正直そこまでやな。まあ今日はもう寝ようかな。帰る前にここ行っとけまとなのあったら明日行くかもしれん。ほなまた明日。おつおつ。おやすみ。雪祭り見に大阪から北海道までフェリーで弾丸旅行に来た、に。おはよう。はよ苫小牧ついても結局ネカフェとかで時間潰すと考えると。いっそ登別とかまで行こうかな。せっかく北海道まで来たんやし行きたいとこあったら行ったらええよ。せやな時間もあるし。出発。元気やな。昨日の疲れが残ってるからあんまり歩き回りたくはないんやが。大半電車とかバスなら行けるやろうと。あと定山系はバスで行けるか。全然わからんけどとりあえず熊牧場行ってみようかと思っとる。さすがに今日は疲れてるか。苫小牧ってすごく遠い気がするけど高速バスならそんなにかからないんだな。まだ遊ぶ時間あるね。普通列車でも札幌から1時間程度やからそんな遠くないな。苫小牧で乗り換えて登別に向かう。そろそろ登別駅着いたかな。着いたで。とりあえず熊牧場に行きたい。早速熊おった。湖も見えるんやな。水たっぷりだな。熊おった。餌あげてきた。熊さんかわよ。ガラス越しの熊さんは寝てた。リスもおった。地獄谷と大湯沼に行ってくる。地獄谷来た。これは大湯沼行かれへんってことか？それとも迂回したらいけるってこと？遊歩道が止められてるなら無理なんやないか？あかんか。2023年12月26日。大湯沼遊歩道等の冬季通行止めについて。これにより大湯沼、奥の湯には通行できなくなりましたのでご了承願います。なお、天然足湯には、登別石水亭さんの近くにある入り口からは通行可能となっておりますので、天然足湯に行かれる際には、こちらの遊歩道をご利用ください。大湯沼は無理足湯は行ける。サンクス。そろそろフェリーの時間が気になる時間やし足湯だけ行って帰ろうかな。えらいことなっとる。足湯に来たで。待って。やばいかもしれん。バスってまあ1時間に1本くらいはあるもんやと思ってた。都会の人は皆そう言うんだよ。事前に確認してなかったのかよ。いくらなんでも1時間に1本くらいはあるって。電車とかないんか？駅に行くのにバスが必要やねん。なるほど。ほなタクシーか？4000円も払いたくねえ。ふもとの登別温泉バス停からならありそうやが。とりあえず歩くか。15時20分のバスでフェリー間に合うんやろか？ Y が何もミスしなければ間に合う。乗るときみたいに1時間以上前に行かんとあかんとか含めて大丈夫か？まあ最悪駅からタクシーで余裕や。15時20分のバスは苫小牧行きやしなんとか。苫小牧まで行けるなら楽勝やん。フェリーはいつなの？19時やけど受付は1時間前までが望ましいから18時やな。バスで苫小牧駅まで行ってそこから歩いたらええな。解決してよかった。朝から何も食べてなくて辛いから。セイコーマートのイートイン来た。ホタテのカレーかええな。うまいし安いしセイコーマートええな。バス乗れた。よかったね。よしあとは1時間歩いてフェリーターミナルまで行くだけや。結構滑りそうな道やな。暗くなってきた。港って遠いんやな。行けそう。あそこか。楽しい時間はあっという間やな。フェリー着いた。乗船したら夕食バイキングと大浴場が待ってるやん。早速飯食いに行こうかな。乗船できたで。部屋は雑魚寝タイプやけどコロナの名残か時代の流れか感覚広いのはグッド。
ただ個人用のコンセントないのは残念。ピアノがある。大部屋にはコンセント一つしかないが船内に充電スポットはあるみたいでよかった。Y が太平洋フェリー乗った時は強風で大浴場利用できんかったんごねー。展望浴場らしいから楽しみや。お家に帰るまでが旅行や。ディナーバイキングに来た。食事セットプランはかなりお得やな。日本海側と違って2泊にはなるが食費はだいぶ抑えられる。おいくら ?5 食バイキング付きで16,100やった。割引とか使ったらもっと安くなると思う。めっちゃ安。名古屋行き？仙台経由名古屋行きやな。名古屋着いたら近鉄で難波まで帰ろうかな。さて、旅は帰るまでが旅とはいえ。ここからは大して書き込むこともないと思うしワイも帰宅モードやから。仙台、名古屋、大阪くらいでは書き込むかもしれんが、大幅に書き込み頻度落ちると思う。お疲れ様。フェリー間に合ってよかったね。太平洋側は2泊なんやん。長いね。一泊でも長いと感じたから考えただけで風やわ。昔よりは乗り心地もいいんやろけど。事前に調べた情報やと太平洋側は電波入りやすいらしいから、暇に関しては大丈夫やと思う。疲れてるだろうし今夜はゆっくり寝るがいいさ。明日は退屈しそうだね。無事に終えられそうでよかったな。仙台港に到着。一時上陸して画像左奥のイオンにでも行ってくる。何かそこしかないものあるといいね。持ち帰るものならパンとかカップ麺とかお菓子かな。パンは本当に地方メーカーで違う。菓子パンおもろい。食事は3食ついてるからそんなに買うものもないけど、自分で食べるずんだ餅でも買っていこうと思うのだ。お土産になるくらい日持ちするならええで。旅から着いた次の日は疲れてるから買ってきたもの食べたりしてる。船旅感あっていいな。ずんだもん。笹かまぼこも必要。大阪から北海道までフェリー出てるんか初めて知ったわ。舞鶴か敦賀まで行ってからフェリーやな。フェリーターミナルに戻ってきたのだ。お土産用ずんだ餅はお土産だしこれくらいするんすねって感じの値段だったから。今日はずんだポップコーンとずんだどら焼きにして本格的なやつは次仙台来た時に食べるのだ。出てきた食べ物がみんなどれも美味しそうやな。出港。結構でかい船だね。船の中では何してたの？飯、風呂、寝る、やったな。昼食はカレー食べ比べにした。すれ違った。名古屋までフェリー乗ってるだけやしほなまた明日。長い船旅も面白いかもな。夕日。綺麗。楽しんでるな。ちょうど銚子の前やからなんか見えるかなと思ったけどほぼなんも見えんな。あと14時間で名古屋か。案外早いんやな。もう寝て起きたら名古屋よ。一見グローバル対応してそうで全然してないやつ。そろそろ寝るか。明日は名古屋港から名駅そして昼飯から金券ショップからの近鉄鈍行からの帰宅の予定や。朝日。朝食。何回も言うけど食事付きプランのコスパ良すぎ。バイキングええな。朝からそんな食わんわって思っても、つい色々とってまうよな。あっという間にもうフェリーターミナルや。おはよう。なんだかんだ5日目か。終わるの寂しい。水族館。北海道で2日バタバタしてフェリーでのんびりして。疲れ具合ってどんな感じ？フェリーが快適すぎてむしろ出発前より元気まであるな。ボートビルと南極観測船。南極観測船。入れないのか。チケット思ったより安かったから入ってくか。富士入れたのか。写真もありがとう。他にも色々見どころあって入場料300円はだいぶ良心的やと思う。今年行きたい場所リストに入れたわ。帰りも船なん。大阪から舞鶴行って小樽、そして苫小牧行って名古屋からの大阪。って感じでかっこないわフェリー移動。調理室。ここで寝ろって言われたらきついな。ブリッジまで入れた。近鉄の株主優待券買おうと思って調べたが、どうやったらこんなチケット屋が評判悪くなるんや。これはあかんやつ。まあ普通にチケットは買えた。あとは買えるだけやな。また来るんやで。ワイら道民はいつでも待っとるよ。飯めっちゃうまかったし自然もすごいし。次は夏とか28切符で函館とか稚内とか色々回りたいな。愛しの SAKA はサンシャイン栄。名駅に着いた。ななちゃん何コスや？謎。ホームページ見てみたら一休み7ちゃんとか書いてあったわ。単なる休日コーデか。ほな帰る。名古屋飯食わんのか。急行の出発時間的に飯食ってる時間なかったんやが。味噌カツ弁当は買ったで。近鉄名古屋から大阪難波まで出発。
疲れ取れてよかった。フェリー旅珍しくておもろかった。参考に費用知りたいって人いたからざっくりやけど書いとく。交通費。大阪から舞鶴約2500円、電車とバス。舞鶴から小樽約1万1000円、フェリー。小樽から札幌から登別から苫小牧約4000円、電車とバス。苫小牧から仙台から名古屋約1万6000円、フェリー5食付き。名古屋から大阪約2000円、近鉄。宿泊。ネカフェ A 9時間約2000円。ネカフェ B12 時間約4000円。だいたいこんな感じ。今回は思いつき弾丸旅行やけど割引プランとか予約とかしたらもっと安くできるとは思う。やっぱほぼ移動に金使ってるね。長旅考えたら安いな。お疲れやな。正直帰宅だけ考えたらワイは鶴橋で地下駅なり JR なりに乗り換えた方がええんやけど。それやとスレ終わるタイミングどこかわからんから大阪難波まで行ってスレ締めようと思う。伊勢中川。ここからはロングシートや。旅行の荷物どれくらい持ってった？全然持って行ってないな。スマホ財布モバイルバッテリーイヤホン歯ブラシセットと若干の着替えくらい。今週末北海道行くんやがおすすめスポットある？北海道のどこ？札幌あたり。いぶりも行くかも。雪祭りメインで行ったからアドバイス難しいんやが。も岩さんからの夜景はめっちゃ良かったで。あとトリトンっていう回転寿司屋は美味しいけどかなり待ち時間あると思うから。整理券もらったら札幌ビール博物館でも行ったらええと思う。3月。近くに札幌ビール博物館あるのええな。勤務先の最寄り駅の金券ショップで近鉄優待券1700円で売ってたわ。安いやん。名張まで来た。いい思い出になったな。関空から新千歳まで飛行機で行った方が絶対快適ではあるやろうけど。船旅はまた飛行機とは違った良さある。Y のホーム大阪に帰ってきたで。お帰り。ただいま。これで今回の旅は終わりや。ほな、また別の旅すれで。お疲れ。おつおつ。楽しかったで。最後まで見てくれてほんまにありがとやで。